続きがあるんですね。続きが、そうですね、いろいろとお話をできればなということなんですけど、ご自宅の方からね、今つないでいただいていると思うんですけど、おしゃれなね、しつらいをされてらっしゃるなって思うんですが、ありがとうございます。インテリアとかお好きなんですか？大好きです。どういうところを主軸として選ばれるっていうのがありますか？とですね、結構運動指導の仕事とかを結構毎日してたりとかで、ガンガンこう元気な音楽聴いたりとか、外でこうおしゃべりしたりっていうことで、自分の中で結構いつも外に向かって発信することが多いので、家に帰ると割と静かな環境にしたいんですよ。でなので、あと一応インテリアもシックなイメージで、どちらかというとちょっと暗いかもしれないんですけども、アール・ヌーボーの時代っていうのがあるんですけども、その時代のこう雰囲気がすごく好きで、それにちょっと見習って、彼のこういうインテリアのシャンデリアだとか、絵もちょっとそういったような時代のものを選んで、割とシックな形で部屋はまとめてます。で割と物があまりないので、非常にただ空間の中でぼーっとしてます。その物が溢れ返って捨てられない方とかも、よく話聞く方もいらっしゃるんです。笹原さんの場合は執着ないですね。さっさと捨てちゃうので、先ほどお話しした柔道のこうトロフィーとかも全部捨てちゃいましたし、盾も捨てちゃいましたし、でも過去の栄光なので、そんなもん、今別に柔道やってないし、携わってもいないし、写真だけ撮っとけばいいかなと思って、一応トロフィーを集めて、パチって写真1枚撮って、それをちょっと飾ってるぐらいの感じで、インテリアにトロフィーとか合わないじゃないですか、うちのこのシックな雰囲気に。柔道とかなんかそういうの。でトロフィーもこう柔道で投げ技をしているような、そんなこう形のこうオブジェがくっついてるので、なんかうちのインテリアにちょっとそんなたくましいものは合わないと思って、もう引退した後さっさと捨てました。すごいですね。なかなかそういうのができそうでできない方とかね、たくさんいらっしゃると思いますけど。よくびっくりされます。なので今までお話しされてたように、どんどん新しいことにチャレンジされていらっしゃる。捨てるからこそ新しいものを新陳代謝にやっているという感じなんでしょうね。私の性格はその方が合ってますね。なんかこう執着してるとなんか前に進めないので、結構後先考えずにやってもうやりたかったこととか進みたい道があれば、失敗したら失敗してでもう一回やり直せばいいと思うし、人生長いしと思って、そんな感じで今ずっと生きてます。だからそれが長年おそらく講演業界でも活躍いただいている、一つのスタンスなのかなというふうには思いますね。先ほどお話。そうなんでしょうね。ただよくでもないんですけど、たまに言われるのは、講演に招かれて主催者の方から終わった後に、全然柔道の話一切本当にしないんですねって言われて、いや別に頼まれてもいないし、今柔道の私の過去の話をしても別にためになるものをね、皆さんに提供できるわけでもないしと思って、そういう話は言われればしますけど、あえて自分の中では司会者の方が紹介してくれますので、もうそれで十分だと思って、もう言われたテーマの話しかしてません。聞いてて気持ちがいいですね。あえてだから柔道の話は、されないって講演ではされないっていうことなんですけど、柔道を始めたきっかけってどういうところからなんですか？私もともと子供の頃ってなんか勉強もそこそこ運動音痴に近いし、なんか目立たない子だったんですよ。でうち母子家庭で、私がちょっとこう途中からなんかこう剣道だとかこうそういうなんかこう強くなるものに憧れてやりたいなってことを言ったんですけど、親はもう大反対、母親大反対して、でそんな感じでずっといたんですけど、やはりなんかこうやってみたい、なんかそういう格闘技系、なんかこう団体競技は絶対自分に鈍くて足を引っ張るっていうのが分かってたので、なんか自己責任でできる、なんかこう勝負が自己責任できるものをやりたいなと思って、で、たまたま高校に入った時に、柔道部があって、で、よし、これだと思って、で、なんかこう心身ともにちょっと自分を変えてみようって、そんな気持ちがあって入ったんですね。で、そしたらすごくやっぱり楽しくて、じゃあ、もうちょっとその、高校の柔道部って人数も少なかったし、ちょっと、そんなに大したことも練習もしてなかったので、もう少し練習してみたいなと思って、講道館っていうところが柔道のメッカだってこう聞いたので、じゃあぜひそこにと思って。で、もちろん母親は反対してますので、内緒で、講道館に入門して、
すぐバレましたけども、それで始めたらやっぱりすごく楽しくて、なんかこう自分の中で、なんか自分が思ってたなんかこう、ものって、こういう道なのかもしれない。なんか、自分一人の責任で何か黙々とこう、目標を持ってできるものが見つかったっていうのが、最初のこう、柔道を始めたきっかけですね。講道館に入った時に、お母様にこう、後でバレたって話あったんですけど、バレた時はどうだった大丈夫だったんですか？それは。大丈夫ではなくて、すごくなんか、柔道部入ったこと自体がもうすごい反対されてたんですけど、割と頑固な性格があったので、怪我しても一切知らないって言われて、そんなんで、いいですよ、みたいな感じで、割とこう、だから親はもう柔道のこう試合が始まった時も一切応援に来たこともないし、例えば優勝したとかテレビに出たり新聞に載ったりしても一切それ見たこともないし、もうずっと最初からそうなんです最後まで。そう。だから今、最後まで。最後まで、最後まで。あ、そうなんですね。私が引退するって柔道をやめるって言った時には、なんか笹原家に未来が来たって喜ばれて、ものすごくなんかね、嫌だったみたいですね。で、今と違って、今女子柔道なんかこう企業がね、いろいろとこう強い選手をこう取って、いろいろとこう、援助してくれますけど、昔そんなこともなかったので、もともとまだ女子柔道の試合が始まってない頃だったんですよ。で、高校卒業して、うちそんなに裕福じゃないので、高校卒業して、今でいう損保ジャパンという安田火災っていうところに入ったんですけど、で、それで親はすごく喜んで、いい会社に入って、で、このまま、結婚して孫の顔が見たいっていう風な感じだったんですけど、私はそこに入ってから、なんかこう、徐々に女子の日本で試合が始まるっていうのを聞いて、なんかこう柔道楽しいし、今までの自分の殻を今破り始めてるし、もっとなんか自分って変わってみたいから、かけてみようってそこで思ったんですね。で、それで、もう、この会社勤めをしていて、昔はもう会社で、企業でいろいろバックアップしてくれないし、非常に残業の多い職場だったので、このまま仕事しながら、例えばそういう試合とか目指しても、私のレベルなんかでは絶対勝てないと思って、もうやめて、柔道三昧の日々を送ろうと思って、で、貯金もそこそこあったので、2年半ぐらい勤めて、安田火災結構その時お給料とかボーナス良かったので、そこそこ貯めてたので、じゃあ辞めようと思って、辞めたんですね。で、それを辞めるって話を母親にするとまたすごい反対されるので、辞める1週間前に、来週辞めるからって話をして、案の定引っ叩かれてすごい、怒られましたけども、もう決めちゃったので、もうそれは仕方ないってことで、はい。食費だけ入れればいいってことで、とりあえず応援はしてくれないけど、しぶしぶ許してはくれましたけ笹原さんはもうこれって決めたら、そこの道で行くっていうど。感じだったんそうでですすね。はい。なんかね。周りが見えなくなっていくかもしれないんですけど、なんか決めたら、なんか失敗しちゃっても、なんかこう自分の責任だし、じゃあなんかやりたいことをやらずに、なんか後で後悔するよりは、もうやってみようっていう感じですね。うん。で、それからいろんなことが重なったりとか、いろんな出会いがあって、今のそんな順風満帆に行ったわけじゃなくて、もう本当にこう試行錯誤したりとか、あっち寄ったりこっち寄ったりとか、女子柔道もそんなに昔は今みたいに女が柔道をやるなんて時代だったので、非常に練習場所探すのも仕事辞めたのはいいんですけど、練習場所を探したりとかするのも大変だったし、いろいろあったんですけど、でもやっぱし自分でやりたいこと進んだ時って、やっぱり困難があっても楽しいんですよ。なんかこう、試合に勝てるって保証も何にもないんですけど、なんかこう、ここまで自分で決心してやってるんだったらと思って、非常にその時はもう毎日が多分自分の中ではすごく生き生きしてたと思います。そんな笹原さんが今一番こうハマってることって何なんですか？ハマってること。はい。ほとんど趣味ないですね。ただ、そうですか。はい、なんかもう家に帰ってきて猫となんか戯れてるぐらいの感じで、はい。そうですね。猫ちゃん、公演の時に、隣の部屋に、入れていただいて、隔離してます。はい、はい。壁っていうかドアをガリガリしたり、ギャーギャーすごいなんか出せみたいな感じでわめいてたんですけど、実際に、いつも何もケージとか入れずに家の中自由にさせてるので、こう閉じ込めないと画面の中横切ったりとか、多分なんかこう邪魔をするのが分かってたので、
一回こういうオンラインの時には閉じ込めるようにはしてます。出てきてもちょっと面白い、個人的には思っちゃうんですけど、長く飼われていらっしゃるんですね。そうですね。最初で最後の猫ちゃんと思って飼ってるんですけど、もう一応16歳にもうすぐなるので、人間で言えばもう80歳近い猫ちゃんなので、ちょっともう、はい、置いてはいます。どういう出会いだったんですか？もともとなんか猫飼いたいと思ってたんですけど、賃貸だとなかなか昔は動物飼っちゃいけないっていうのがあって、で、じゃあマンション買って猫飼おうと思って、で、それで、ここまではい、念願の猫を飼ったという次第で。実家で飼われてたわけじゃないんですか？違います。はい。一人暮らしするにあたって、そうですちょっね。とは憧れが少しあったってことなんですい。ね。はい。もう猫飼い。いいですね。それがちょっとこの心の癒しにも本当そうですね。私のなんかリフレッシュ法だし、癒しだし、みたいな感じで。だからメンタルヘルスの話をするときとかも、人それぞれやっぱそういう安らぎになるペットとの戯れとかいいんでしょうね。そうですね。私も公園のちょっとした話題の中で、ペット飼ってる人っていうと、結構皆さん、犬とか猫とか、亀飼ってる人もいらっしゃいますけど、いろいろペット飼ってらっしゃいますよね。で、その時に、メンタルの講話の時には、なんでペットが癒しになるか分かりますかみたいな、そんなお話につなげていって、その理由とかね、ちょっとお話ししたりすると、皆さん、なるほどねっていう感じで。はい。わかりました。ありがとうございます。ちょっとね、いろいろ、公園のと違う話もね、お聞きしましたけど、実際、公園でもね、いろんなお話ししていただいて、メンタルヘルスの話だったりとか、そういったところでですね、皆さんのお役に立てればと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。